アニメ「日本三国」第3話。今回はその海外の反応とそこから哲学的考察をしていきます。このチャンネルではネタバレがありますので、今回の回をまだ見てない方は注意してくださいね。それでは海外の反応からどうぞ。平電機って本当に計算高い嫌なやつだな。今回の話であいつがやったことも言ったことも全部自分の指示に明らかに反対している連中の強い感情を引き出すためだったんだよね。つまり一気に内側の敵をあぶり出した上で、スネちゃんさんやアオテルみたいな若くて有望な人材を体制の中でより積極的な役割と地位につけるようにしたってことだ。そう、平電機は気分を害したという口実であの元老院みたいな連中から役立たずどもをまとめて移送したわけだ。やってくれるね。待って、それが起きてたのか。自分は気づいてなかった。でも平電機はそういうタイプの独裁者じゃない気がするんだよね。第1話でもアオテルにちゃんと公平なチャンスを与えたし、その目の中の覚悟を見た後には見逃しさえした。あれは平電機の完全なターンムーブだった。しかも消費の場に姿を見せる前から始まっていたんだよ。わざと遅れてきたのは自分の支配力を見せつけるためだった。帝は哀れなくらい支配者として頼りない。平電機は実質権力と軍事力を全て持った将軍みたいな存在だ。とはいえ平電機は本当に大胆になったよな。あれだけ権力を集めたせいでもう自分がどう見られるかなんて気にする必要がなくなってる。帝は名前だけの帝だし、あの将軍たちも何をもたらすかなんて一切考慮されずに切り捨てられた。大和の帝を少しかばうなら、あのデブは先代の帝を毒殺したんだよ。それも別に秘密ですらない。そんな相手にじゃあ帝は何ができるっていうんだ。でも3年のタイムスキップには驚いたよ。美杉はあそこまでやる必要すらなかったよな。あいつは最初から作戦を持ってきてたんだ。農業政策改革だよ。そして龍門将軍をひざまずかせたんだ。平電機って本当に嫌なやつだな。わざと遅れてきてわざと無礼に振る舞って反対派な自分から正体を晒すように仕向けてたんだ。アオテルがツネちゃんさんに親指を立てた時、ツネちゃんさんは実際になんでいいねができるんだって言ったんだよね。つまり SNS 用語はこの終末後の世界にも生き残っていたってことだ。俺の有能な独裁者がこんなに可愛いわけがない。ツネちゃんさんのちょっとした心の声の場面大好きだわ。ほんと間の抜けたやつで面白い。ツネちゃんさんのはしゃぎっぷりには実際に声を出して笑った。ツネちゃんさん前より美人になってる。角がページをパラパラめくってる様子も面白かったけど、アオテルがいつもの調子で改革案を自分で独白し始めたのがさらに面白かった。それにあのデブのダブルピースには本気でイラッとしたから、あいつが恥をかく展開はめちゃくちゃ笑えそう。大和の帝はほんと育児なしのヘタレだな。龍門将軍が臆病者っぽい人格をわざと大げさに演じていたのも脅威に見えないようにするためだったに違いない。独裁者って普通は大胆で有能な部下を嫌うものだから、そこはかなり疑わしいと思う。龍門将軍が言っていた通り、歴史が示しているのは、こういう時代には独裁者が権力の座に上り詰めて、一度そこに落ち着いてしまうと引きずり下ろすのがものすごく難しいってことなんだよね。一方で軍を掌握できなくなった後も支配を維持できた独裁者なんて多分歴史上いなかったと思う。平電機が軍をかなり軽んじていること、そして龍門将軍が伝説級の軍事指導者として彼に対立していることを考えると、そういう展開になっても全然おかしくない。それでツネちゃんさんとアオテルが昇進したのかなと考えてた。もし平電機がただの暴君だから殺したんじゃなくて、もっと有能で大胆な味方を欲していたからだとしたら、彼の人物像に深みが出るよね。とはいえ今の段階ではちょっと考えすぎかもしれないけど。
もし龍門将軍が明智光秀ベースなら、この物語で平電機が織田信長に当たると考えるのはかなり自然だと思う。名字が平なのもあるし。人が他人の出方を見てから褒めるか批判するかを決めるという浅間の発言は痛いほど真実だ。大和の帝は本当に育児なしの弱虫だよな。実際には何の影響力もない傀儡の子なんだ。エンディングのサビでサキのウェディングドレス姿を見ると、今でも心をえぐられるし、頭から離れないよ。会話だけでここまで視聴者を引き込める作品って本当にすごい。帝の評議の場面での緊張感とサスペンスは桁違いだった。主人公の出番がほとんどない回ですら、キャストと脚本の良さがちゃんと光っている。この作品がもっと話題になっていないのは本当にもったいないよ。独特のスタイルがあるし、画面作りもキャラも音楽も引き込む会話も全部いい。日本のファンたちに説明してくれてありがとうって伝えてほしい。普段はこういうネタも大体わかるんだけど、今回は本当に混乱してたんだ。本当に素晴らしい作品だよ。脚本も声優も何もかもすごくいい。地球の運動についてを見て以来、こんなにテレビ作品に興奮したのは久しぶりだよ。この作品を進めてた人たちは正しかった。龍門将軍は自分にとって最高だよ。このおじさんは絶対舐めちゃいけないタイプだ。よし、この回の後ではっきりしたことが一つある。龍門将軍は最高だ。海外の反応どうだった？前半は作戦で後半は権力って感じだったよね。僕は前半がお餅で後半が醤油みたいだった。多分誰にも伝わってないよ。平電機に対していろんな意見があったよね。平電機が嫌なやつってのはわかるけど、意外と評価してる人も多かったね。龍門将軍が明智光秀で、平電機が織田信長だって言ってる人がいたよね。織田信長が平の姓を名乗ってたことを知ってるなんてすごいよね。レディットではすごい日本通の人がいたりして面白いよね。さて、ここからはこの海外の反応から3つだけ取り上げて哲学的に考察していくよ。まず最初のコメントはこれ。アオテルは本当に見事だったよね。僕なら将軍の前に大福を置いて自分からひざまずくけどね。それ、もう自分からテスト落ちてるじゃん。ところでさ、このアオテルのやり方、先週の孫子先生の言葉、思い出さない？あ、ほんとだ。相手を動かしたいなら相手の得になるものを出せって話だよね。よく敵陣をして自らいたらしむる者はこれを利すればなり。えへん。僕ちゃんと覚えてるよ。おお、もちもちくん偉いじゃないか。あ、孫子先生の声だ。どこにいるの？あ、孫子先生。空じゃよ。今日の主役はわしじゃないのでな。今回は空から失礼するよ。会いたかったのに。またそのうち遊びに行くからな。ところで前回のわしの話、当たってたじゃろ？孫子先生の言う通りだった。アオテルは得になるものを差し出して合格したね。そうだ。アオテルは将軍にとっても国にとっても得になる案を差し出した。だから将軍は無理やり動かされたのではなく、自分からその案を認める形になったのじゃ。アオテルさすがだね。うまく戦う者は相手を怒鳴って動かすのではない。相手が自分で動きたくなる形を作るのじゃ。僕が冷蔵庫に近づくのもプリンが僕の得になるからだね。それはただの本能じゃな。でも本当に孫子先生の言う通りだったよ。すごいね。さすがに1500年くらい前から現役のおじいちゃん。現役なのは嬉しいが年の数え方が雑じゃな。では今回はこれで失礼するよ。みんな元気で過ごすのだよ。また会おう。また来てね。バイバイ。孫子先生のお話は第2話の動画で聞けるから、まだ見てない人は見てみてね。じゃあ次のコメントだよ。平電機は帝すらバカにしてたよね。ニコニコしてピースしてるところが怖いよ。
このコメントとつながるのが社会学者マックス・ウェーバーの考え方なんだよ。ウェーバーは人がなぜその支配に従うのか、その正当性を考えた人なんだ。正当性って難しく聞こえるけどざっくり言うと、この人に従うのは最もだってみんなが思えるかどうかってことなんだよ。帝は本来なら一番高い権威を持つはずの存在。でもこの場面では席に座っているだけで人を動かす力はなく、逆に平電機が人を従わせ空気を支配し、実際の決定を動かしていたよね。王冠をかぶってる人とリモコン持ってる人が別なんだね。その例え、ちょっとわかりやすいのが悔しいな。このズレがあるから見ている側は不気味さを感じるよね。しかも、みんなそのズレに気づいているのに従うしかない。そこにこの政局の怖さがあったね。なるほど。じゃあ、3つ目のコメント。あの場面って敵をあぶり出してたってことなんだ。敵発見してすぐに殺しちゃったから怖いね。このコメントは、ニッコロ・マキャベリの君主論を体現してるんだよ。私を呼んだかな？誰？また誰か来た。はじめまして。私はニッコロ・マキャベリだ。イタリアのフィレンツェから来た政治好きなおじさんだよ。小難しい顔はしているが、案外おしゃべりだ。結構癖の強いおじさんが来た。平電機を気に入ってるの？先に言っておくと、私は悪人の味方をしに来たわけじゃない。ただ君主論で、私が考えたのは綺麗事ではなく、国家をどう保つかなんだ。なんかもう出だしから味が濃いな。いいことを言うね。政治も煮込み料理も薄いと困るからね。もちもちより先に食べ物で例えた人は初めてだよ。このコメントが見ているのは、平電機がただ乱暴なのではなく、権力をどう守り、どう敵を見つけるかまで計算しているという点だ。君主論で私が考えたのは、君主がどう権力を手に入れるかだけじゃない。それをどう失わず、国家の秩序をどう保つか、そこまで含めて政治なんだ。国が崩れた後で私は善人でした。なんて言っても、国は戻らないからね。だから善人に見えることより、まず国家を倒れさせないことが先に来る。優しいだけじゃダメなんだね。そういうことだ。良いことができるならよくあれ。だが必要なら、悪く見える手でも国を守るために引き受けねばならない。なんか怖いな。怖いとも。政治はお昼寝用の毛布ではなく、嵐の中の街灯だからね。寒いのか。私はこうも考えた。君主は獅子であるだけでは足りない。狐でもなければならない。獅子と狐ってどういうこと？獅子は強い。だが罠には弱い。狐は力では勝てない。だが罠を見抜く。だから支配する者は力で押し切る強さと相手の企みを読むずる賢さの両方を持たねばならない。法だけで収まる相手ばかりではないからね。平電機は両方持ってるってことだね。そうだ。もしあれが計算なら、彼は獅子の顔で前に立ち、狐の頭で場を読んでいたことになる。なるほど。力だけでもダメだし、ずる賢いだけでもダメなんだ。その通りだ。それとね、よく知られた私の言葉でね、こういうのもあるんだ。愛されるより恐れられる方が安全だというものだ。恐れられた方が安全なの？ここで言う恐れは、めちゃくちゃに殴ることじゃない。ルールを破ったら罰が来るって、みんながはっきり分かってる状態のことだ。予測できる罰は人を止める。でも、気分で殺したり助けたりすると、それは恐れを通り越して、ただの憎しみになる。じゃあ、怖いっていうより、逆らうと損って感じ？そう。何をしたらアウトかが見える国は、まだ秩序がある。何をしてもアウトな国はいずれ爆発する。君主論で本当に大事なのは恐れられても憎まれてはならないという線引きなんだ。それってめちゃくちゃ難しくない？そう。難しい。平電機は人を震え上がらせる術は知っている。だが、その恐れが憎しみに変わったら、支配は強く見えても長くは持たない。力は乱暴に振るえばいいわけじゃない。財産や誇りをむやみに踏みにじれば、人はいつか復讐に回る。アウテルとは真逆だね。おお、君はバカっぽいのに妙に勘が鋭いな。もちもちはバカっぽいのに時々すごいんだよ。褒められた気がしないよ。前半のアウテルは相手の利益を動かして道を開いた。後半の平電機は恐れと演出で人を従わせた。
説得と支配。この2つを並べてみせるから、この回は政治の深みが出るんだ。すごく政治的な話だったんだね。国家の形そのものが問われてくる。それがこの作品の旨味だよ。スープの表面だけではなく、鍋の底まで味がある。もちもち以上に食べ物の例え好きなおじさんだよ。もちもちくんとは気が合いそうだな。いくら食いしん坊な僕でも鍋の底まで食べたことないよ。おじさん、食いしん坊だな。じゃあさ、一緒に一晩中食べ物の話をしようよ。一晩中は体が持たんわい。さて、私はそろそろ行こうかな。もう行っちゃうの？もっと聞きたい。じゃあ、最後に一つだけ。君主論は悪を進める本じゃない。人を動かす力と、その力がいつ崩れるかを見抜くための本なんだ。そこを見抜けるかどうか、今のところ全て見抜いていると思われる龍門将軍の今後の出方に注目だな。僕もこれからはプリンを食べる力だけじゃなくて、出すタイミングも考えるよ。それはそれで立派な統治だ。胃袋のな。わはは。では、また権力の匂いがするところで会おう。さらばだ。また来てね。バイバ。権力の匂いって何？権力って匂いあったの？どんな匂い？ねえ、おじさん教えて。ねえねえ。ニッコロ・マキャベリ。今からおよそ550年前、1469年、イタリアの都市、フィレンツェに生まれました。後に、君主論を書き、政治をきれい事ではなく、現実の目で見た人物として知られるようになります。マキャベリはフィレンツェ共和国で公職に就き、外交や軍事の実務に長く関わりました。つまり彼は、政治を机の上で想像しただけではなく、実際に渦の中で見てきた人だったのです。しかし、政変によって共和国は倒れ、マキャベリは職を失います。さらに反体制の疑いをかけられ、投獄され、拷問まで受けました。その後、郊外での暮らしの中で書かれたのが、あの君主論です。国をどう守るのか、権力はどう維持されるのか、彼は理想だけではなく現実の厳しさを書き残しました。しかし、その内容があまりに生々しく、世間に衝撃を与えたのです。彼は長い間、冷酷な政治思想家のように言われてきました。しかし今では、近代政治学の出発点を作った重要な人物として評価されています。安養寺のしだれ桜綺麗だったね。晴れてなくて残念だったけどね。綺麗だったよね。ここのしだれ桜は市の特別天然記念物になってるんだよ。樹齢500年から600年ってすごいね。大きいから遠くから見ても目立つよね。安養寺は松本駅から上高地線の耳沿ってところで降りたらすぐだから、機会があったら見に来てね。もう今は散っちゃったけどね。歴史を感じるけど、お団子の方が勝つよね。食べることしか言わないな。もちもちが食べ物の話しない方が心配になるしね。じゃあ今回はこの辺で。動画を最後まで見てくれて本当にありがとうだよ。また次回の動画で会おうね。バイバイ。